京味噌世界一ですか？はい。発酵人研究家の床見ゆきです。こちら長野県上田市にあります長野味噌さんに来ております。で、今横にいらっしゃるのが長野味噌の代表取締役社長松井健一さんです。よろしくお願いいたしよろしくお願いしま。ますす。今からいろいろとお話を伺っていきますが、実はもともとのお味噌屋さんとしては長野県でスタートされたわけじゃないんですよね。滋賀県近江なんですけども、はい、今日本各地にも工場がございまして、私自身は兵庫県の明石が拠点となっています。うちは味噌汁用のお味噌というよりも、はい、水産の調味料としての味噌漬けっていうのが多分最大手はい、ではないかなというふうに自負しております。はい、そんな中で明石は漁業が非常に盛んで、魚の棚商店街という祖母はそこの出身です。魚屋さんが何百軒も軒を連ねる商店街があって、そこの町が私たちのお客様なので、みんな味噌漬けを作っていらっしゃったので、味噌汁用も作ってますけども、いわば水産用の調味料がメインっていう感じのお店屋でございました。ね、味噌漬けというと私がいる京都では西京漬けなんかが人気ですけれども、西京漬けになるお味噌を、調味料として作ってらっしゃる。そうですね。で、西京漬けの関わっているその生産量というのは多分世界一だというふうに思っております。西京味噌世界一ですか？はい。その松井味噌さんはじゃあ兵庫県明石市で今も事業なさってる。そうですね。今としては、はい、工場としては調味料工場の形になってますけども、はい、日本各地だけではなくて世界各地に工場を持っておりますので、はい、その生産適地で現地の原料を使ったり輸入原料を使ったりしながら、世界中のお味噌を作っている。その一環として明石の方では西京漬けの調味料を作っているというような状況です。今回は長野県上田市の長野味噌さんに参りましたけれども、この工場では何をなさっているんですか？実は日本のお味噌の3分の1は信州味噌という長野県が大産地なんですよね。はい、でその中でも私たち拠点が必要ということで13年前に買収をいたしまして、でうちのグループの傘下に入っているという形です。今こちらではどういった商品を作ってらっしゃるんですか？一番多いのは、有機のお味噌ですね。もともとこちらって、30年前は多分日本一の有機味噌の、製造の場所として蔵として有名でした。今でも有機のお味噌が、メイン商品です。松井味噌のグループの 100% 製造工場っていうのは、世界中6カ国に全部で直営の 100% 使用の工場が10個で、それ以外に工場をリースしたり、レンタルみたいな形とか、ラインをお借りしているような工場っていうのが22あります。だから世界中で32の工場を、運営しております。レンタル工場って初めて聞きました。結構海外では、ごく普通で、ここの工場を建物を10年間借りますよとかいうような形で、だんだん和食っていうのは世界に広がっておりまして、日本やそういう別の拠点から各国に出すよりも、やっぱり現地で手に入って現地生産するっていうのはきめ細やかな、そういう商品が提供できるということで、積極的に最初はレンタル行きながら、借りながら、ここで言うと大体こういう原料が手に入ってこういうお味噌ができるよね、こういうタレができるよね、こういう調味料ができるよねって分かっていると、投資をして工場を作っていくっていう形になっています。小さく始められて、でいけるなと思ったら大きく投資されるっていう。社長、お上手ですね。今では、実は松井味噌とグループと言っておりますけども、実は味噌の売り上げが 15% ぐらいです。要するに和食に関するものであって、現地で求められるものはどんどん作っていってるということなので、調味料以外のものも作ってます。でまた私たちが調味料を使って生産したものを皆さんの和食の素材として世界各国に販売されていると、当然海外で作って日本に輸入されてるんじゃないかっていう思われる方も多いんですけども、実は
現地での和食の普及に努めたい。プラスヨーロッパとかアメリカとか、はい、その和食が今どんどん広がっていってるですね、はい、世界にもっと和食を普及させたいっていう気持ちで海外での市場開拓っていうのは私たちの会社としては目指しています。海外の皆さん、お味噌って今どういうふうに受け止めていらっしゃるんですか？中国の場合だと、はい、実は日本のお味噌ってもともとルーツは中国です。1400年ぐらい前だったと思うんですけども、はい、鑑真和尚が、はい、現地で学びまして、はい、で菱法を持ってきて、はい、上陸したのが和歌山県の湯浅です。だから湯浅っていうのが、皆さん醤油発祥の地として知られていると思います、はい、そういうのが日本に渡ってこの醸造業が非常に日本で発達しました。今日本は発酵の技術に関しては多分世界一じゃないかな。中国の皆さんはもともと中国生まれのお味噌が日本に行ってちょっと美味しくなって帰ってきたぞっていう感じだから受け止めはすんなりと、はい、同じこういうジャンの類っていうのは普通に皆さん非常に馴染みが深いですね、はい、だから私も35年間今中国に住んでるんですけども、最初は何なのこれちょっと見たことないよねっていうものがどんどん食べていただいてる、喜んでいただいてるっていうのは非常に嬉しいことだと思ってます。いろいろ面白いお話をいただきましたけれども、次回はですね、なぜその中国に35年も住んでいらっしゃるのかというところにもフォーカスしてお話を伺っていきたいと思います。松井社長、楽しいお話どうもありがとうございました。ありがとうございます。家業を継がれたのがじゃあ大学卒業されてすぐぐらいですか？違います。はい、私が家業に入ったのは14歳。14歳。はい。